やってきました。アイドルタイム。今後注目すべきアイドルはどこだの時間です。今週の MC は立花志乃がお送りします。この番組は FM ギノワンで毎週日曜日22時から23時に放送しています。このコロナ禍でアイドルさんはライブも満足にできない苦しい時間がとても長かったです。そんなアイドルさんたちを助けたい、そんな思いで立ち上げた番組がアイドルタイムです。YouTube ライブで映像と音声を全国にネット配信をしており、LINE 公式アカウントからも簡単にリアルタイムで見られるようになっております。まだ登録が完了していないというあなたは、アイドルタイム公式 Twitter から LINE 公式アカウントをご登録ください。FM ギノワンではサイマル放送も始まりました。スマホの場合はリッスンラジオ、リスラジから、パソコンでお聞きの方はホームページにリッスンラジオはこちらのボタンがあります。よろしくお願いします。それでは CM の後、本日のゲストはブリスベンアイドルプロジェクトさんです。オーストラリア・ブリスベンを拠点に日本のアイドル文化、そして地元に元気と笑顔を届けるアイドルグループです。ラジオならでは普段聞けないトークをお送りしていきたいと思います。お楽しみに。このコロナで名刺を配る回数減っていませんか？名刺の代わりになる1分の動画であなたが営業することなく仕事が勝手に入ってくる。そんな仕組みがあったらいかがでしょう？自己紹介1分動画はあなたの眠っている間も勝手に営業してくれます。詳細はアルファベット D&E プロジェクトを検索。このコロナで名刺を配る回数減っていませんか？オンラインの交流会では名刺ではなくクラウド名刺があると便利です。URL 一つでいつでも渡せる。名刺切れする心配もなし。名刺に動画も入れられる。詳細はアルファベット D&E プロジェクトを検索。クラウド名刺や自己紹介1分動画を持っていてもそれを渡せる仲間がいないと何も始まらない。オンラインで仕事につながる交流会。ゲスト参加はなんと3000円。Zoom で全国どこからでも参加できる。ニーズマッチで検索し、支部一覧からシェアストーリー支部をチェック。どこの会社もホームページを持っているのは当たり前ですよね。個人事業主は LINE 公式アカウントを作るのが当たり前になってきています。誰でも作れる LINE 公式アカウント。無料相談はアルファベットで D&E プロジェクトを検索。人がコントロールできるものはお金と時間だけ。セルフマネジメントとはまさにこのお金と時間をいかにコントロールするかです。一人だとどうしてもサボってしまう。無駄な出費や時間を作ってしまう。そんなあなたに自分経営会議。詳細はアルファベットで D&E プロジェクトを検索。D&E プロジェクト。誰もが自分の好きなことで幸せに生きられる社会を実現する。このビジョンを持ってフリーランスの収入を増やす、支出を減らす、そしてお金を働かせるという3つのステップをお手伝いしています。詳細はアルファベットで D&E プロジェクトを検索。はい、それではブリスベンアイドルプロジェクターさんとお話を伺っていきたいと思います。では本日よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。今日はですね、まずはグループ名と普段の活動エリア、それから簡単なメンバー紹介をプロデューサーのマミさんにお伺いしていきたいと思います。マミさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は本当ありがとうございます。ありがとうございます。ブリスベンアイドルプロジェクト、名前の通りなんですけれども、実は活動エリアはオーストラリアのブリスベンというところでさせていただいています。はい。で、メンバーはもうオーストラリアがベースなので、オーストラリアもオージーですよね。ローカルの子と、ミックスの、ハーフの子たち、日本人と、オーストラリア人のミックスだったり、または他の違うアジア圏から来た子たちだとか、多民族国家なので、いろんな方々が実はメンバーになっています。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はその中で、日本人の今日はメンバーさんっていう感じですかね。はい、お呼びしてお伺いしていきたいと思います。では早速、じゃあなるみさんからお話聞いていきますね。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあなるみさんはアイドルを目指したきっかけって何かありましたか？そうですね。もともとみんなで
一緒に歌を歌ったりとかハモるのが好きで、音楽学校行ってたんですけど、ちょっと日本の音楽学校行った後にちょっと海外に行きたいなと思って、でそこで一旦音楽活動はやめて海外に行ったんですけども、それでオーストラリアに行った時にそのプロデューサーさんのマミさんにお会いして、お声かけをいただいて、そこでちょっと自分自身もそのオーストラリアでやろうと思ってはなかったんですけど、すごいご縁があって、声かけいただいて、でもう一回オーストラリアでやっていくっていう感じになりました。すごいですね。じゃあもともと日本で音楽のね勉強がされていて、はい、たまたまじゃあオーストラリア行った時に出会いがあって始められたって、はい、すごいこれはそうなんですよ。ね、ご縁がありましたね。じゃあそこでこうメンバーを募集されていたりとか、そこから始まっていったグループさんなんですか？もともとメンバーはねいた中に、なるみちゃんと出会って、なるみちゃんちょっと一緒にやってっていう感じで私が声をかけたみたいな感じで、そうなんですね、ゆくゆくはリーダー格になっていくみたいなみたいになってきたんですけれども、すごいじゃあなるみさんが入ってちょっとパワーアップしたような感じになるんですね。すごいです。ありがとうございます。じゃあ次舞妓はん聞こえますかね？大丈夫ですか？ちょっと、はい、ありがとうございます。じゃあ舞妓はんは、アイドルを目指したきっかけってありますか？もうきっかけがもう小学校の時のアルバムに夢を書くじゃないですか。はい。あれに書けなかったっていう思いがあったんですよ。はい。で恥ずかしくて書けなくて、それでその時に音楽関係の仕事って書いたんですよ。でそのふつふつとずっとその気持ちがありながら、本当にでもやっぱり音楽とか踊るのが好きだったので、日本でエアロビクスのインストラクターの仕事をしてたんですね。でこっちで来て、でまみちゃんに出会って、まみちゃんがそのブリスベンアイドルっていうのを作りたいんだけどっていう話をもらって、仲がいいからもちろん入るよねみたいな感じで私でいいのみたいな、経験も何もないけど私でもいいのかなって思いながらスタートしたっていう形なんで、本当に私はそういうアイドルのベースみたいなものがないので、なるみちゃんとか本当に今まで日本でアイドルしてましたっていう子たちからもすごい勉強させてもらうこともあるし、でワーキングホリデーの子とかそのママさんとかっていう人たちもいるので、そういう方たちと一緒にやっぱりできるっていうのが本当にこういう機会じゃないと出会わない人たちなので、すごい楽しくやらせてもらってます。ありがとうございます。じゃあ舞妓はんももともとアイドルを目指して、ブリスベンに行ったっていうわけではなく、本当にご縁があって皆さん集まってっていう感じの始まりだったんですね。そうですね。まさか自分がアイドルになれるとかなると思ってなかったので、はい。自分でも驚いてます。すごいですね。やっぱ何かご縁があったんでしょうね、このブリスベンに。ね。すごいです。でも将来の夢小学校の時に書けなかったっていう気持ちすごくわかるなと思って、そういう時期ってなりたいものとかあるけど、やっぱ周りに冷やかされちゃうんじゃないかとか、結構ね、なかなか勇気がいりますよね。で結構ね、それで大きくなってから、やっぱりそれに引き寄せられるっていうか、実際に実現していくっていうのはすごく夢があるグループさんだなっていうふうにちょっとお話聞いて思いました。ね、とても海外でまさかやるなんて思わないですもんね。ありがとうございます。じゃあ、簡単に今ハマっていることっていうのをお伺いしてるんですけど、なるみさん何かありますか？最近キャベツの千切りをで料理にハマって、でそれがなんでかっていうと、キャベツの千切りのサラダなんですけど、結構いろんなバリエーションできるなって思って、ドレッシングじゃなくても
あの、なんかちょっとごま油とかで居酒屋に出てくるようにしたりとか、なんか逆にイタリアンオリーブオイルかけてみたりとか、なんかいろいろ味変ができるなって思って自分で。で、それでなんかいろんな味を試して、千切りサラダしてます。すごい、ありがとうございます。なんか最近プロフィールの、はい、自己紹介カードっていうのをいただいて、私見せはい、ていただいて、そう、キャベツの千切りっていうのをすごく聞きたかったので、お話しいただけて嬉しいです。ちょっとすごい、はうんい、すごい悩んだんですけど、何書こうかなと思って、全然思い浮かばなくて、最初。はい。で、ちょうどそのご飯食べてる時にもう考えてて、キャベツの千切り、そういえばすごい最近食べてるなと思って、それでちょっと、いいですね。はい、書いたんですけど。ありがとうございます。でも、はい、味も変えながら栄養もはい、取れるし、でヘルシーだし、いいですそうなんよね。ですよね。はい。うん。ちょっとしっかりこう栄養を取って、パワーに熱して、千切りを頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、次、舞妓はん、何かハマっていることありますか？皆さん、ネットフリックスって知ってますか？はい、知ってると思います Netflix 知ってますか？日本の方も知ってますか？はい、知ってます。存じ上げております。それでやっぱり日本のテレビが見たいので、今ハマってるのが未来日記にハマってて、はい。なんかね、もう設定されたストーリーで、なんか最初はもうつまんないだろうと思ってたんですけど、意外と自分がこう期待しているっていう、こうドキドキしてたりとか、もうなんでこうなのみたいなっていう部分と、ちょっと大人のいやそれわざと仕掛けてるからとかっていう面と両方とが織り交ざって、ちょっと楽しいなっていう感じで見てます。おー、見てますか？ありがとう。私でも初めて聞きました。ね。見てない。見てないですね。でもすごい気になりますね。なんか面白そうですね。見てみてください。いいですね。でもね、海外にいても日本の番組ね、いつでも見れるようになりましたから、ね、いい時代ですよね。ちょっと引き続なりき、ました。ね、キャベツの千切りを食べながら、ちょっとネットフリックスしてみたいと思います。ですね。ありがとうございます。では、ここで、ブリスベンアイドルプロジェクトさんのオリジナル曲をご紹介いただきたいと思います。それではじゃあ、1曲目の曲振りをこのまま舞妓はんお願いします。はい、この曲はですね、ブリスベンの観光名所だったりとか、例えばコアラに尻尾がないんだよとか、そういう面白いフレーズとかもあるので、ぜひね、歌詞もしっかり聞いてもらいたいなと思うんですけど、最後にオーストラリアの人がみんな知ってるフレーズがあって、オジオジオジって言ったら、おいおいおいっていうフレーズがあるんですけど、それみんな大体知ってて、この曲を聴かなくてもぜひ口ずさむことができるので、そこもぜひ聴いてもらいたいなと思います。We love ですので。
はい。それでは引き続き、ブリスベンアイドルプロジェクトさんにお話を伺っていきたいと思います。では、続きまして、じゃあ、なるみさん、アイドルとして楽しかった思い出などあれば、ぜひ教えてください。はい、そうですね、いろんなオーストラリアでステージにお祭りのイベントがあったりとかでステージに上がって踊ってダンスしていくんですけど、祭りっていう大きなちょっとブリスベンで大きめのステージがあって、でそこでみんなで踊った時とかにこうみんなでなんだろう、気持ちを一つにしてじゃないですけどみんなで歌って踊ったりするのがすごい印象っていうかすごい楽しいなって思います。で、そうですね、もう一つあるんですけど一回パプリカダンスがちょっと日本で流行った時にブリスベンオーストラリアでもちょっとなんだろう、それに乗っかってじゃないですけどそれをやろうっていうのをそのプロデューサーさんからでご提示いただいて、でそこでちょっと私がこうマネージャー担当じゃないですけどリーダーじゃないですけど、そこの仕切り役としてちょっとやらせてもらうことになって、で、もう一人違う方でサポートしてくれる方もいたんですけど、ちょっとその人と2人でダックルを組んでそのマミさんの依頼があったのでそれでやっていったんですけど、その最終的には動画を NHK さんに送ってそれをその日本のテレビでも流してもらうっていう応募があって、それに最終的には送るっていうやつだったんですけど、そこでレコーディングっていうか撮影して動画撮ってそれを送ったら私もちょっと多分期待がちょっとしなかったんですけど当選してもらって、それはすごい嬉しかったです。自分がマネージメントっていうか自分がやったやつがちょっとでも数秒だけどその NHK さんに選ばれて日本でも上映されたっていうのがすごいすごい印象に残ってます。それは。ありがとうございます。すごいですね。実際に NHK で流されたっていうことで、もうね、なんか海外からなんか自分のね生まれ育った国で放送されるってなんか実感があんまりきっとわかんなそうな感じもありますね。嬉しいですよね。ありがとうございます。パプリカ流行りましたよね。なんかこんな感じですよね。じゃあちょっと海を越えてやってたんですね。皆さんも。はい。やってました。これは確かに思い出にもなるし、やっててよかったって嬉しくなりますよね。はい、すごい思い出。ありがとうございます。じゃあきっとね楽しいことばかりでなく大変だったこともあると思うんですけど、何かこう大変だった思い出とかも聞いてもいいですか？そうですね、それもちょっとパプリカダンスにもなっちゃうんですけど、そのマネージメントした時にやっぱメンバーがいるので、それをまとめてこう、撮影の日程決めてとか場所決めて交通手段どうするかとか、なんかそういうのを全部決めてそれをメンバーにこう伝えて、でもうそういうのをやったりとか、あとはそのブリスベンアイドルプロジェクトの公式のインスタとかでも一般人じゃないですけど、そのブリスベンに住んでる方でもアイドルじゃなくても一緒に踊ってみようみたいなのもやってたので、それを募集したりとかもして、そこが大変でしたけど、でもその分の達成感というか嬉しさはすごいありましたね。はい。そうですよね。実際に応募するまでのね、その準備とか撮影とかも、あとはちゃんとこう覚えたりもありますからね。国もね。すごいです。でもその努力が実ってすごい成果がね、もう NHK さんですから。すごいおめでとうございますですね。それって実際になんか YouTube とかで今見れたりとかするんですか？
あ、見えます。はい。あじゃあいいですね。ノーカットバージョョンも、はい、あります。おはい。ン。いいですね。じゃあぜひちょっとチェック、はい要チェックですね、ここは。はいありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ続いて舞子はんに、アイドルとして楽しかったことをお伺いします。はい。2つあるんですけど、1つはアイドルの打ち上げで日本食レストランに行ってみんなでまみちゃん持ちでみんなでご飯を食べたっていうそれが楽しかったことなの？ちょっと印象的で。そんなでブリスベンでまだそんなに美味しい日本食のレストランがなくて、やっぱり大きい都市のシドニーとかメルボルンだとすぐに美味しいところが見つかったりするんですけど、なかなかブリスベンではなくて、それをみんなで食べたっていうのがすごく思い出に残ってるんですけど、もう一つはこれまみちゃんにも言ってないことで、なんだろう。隣の町、1時間ぐらいでゴールドコーストに車で行けるんですけど、ゴールドコーストのエリアでどうやら舞妓はんのファンがいるっていう噂を聞いて知らなかったでしょ？そう知らない。このアイドルやっててよかったなと思ってます。すごいです。ありがとうございます。これまみさん初耳ですか？今。はい、あ初耳です。まさかファンがもういるなんてっていうすごいですね。すごいですね。嬉しいですね。それで皆さんでじゃあ日本食のレストランに行ってなんかどんなメニュー食べたんですか？あれですね。普通になんかお刺身のね、そうボートに乗ったやつですね。船盛りか。船盛り、あ、そうなんあるんですね。ね、なんかその海外で出る日本食ってちょっと日本とは違うお寿司とか、なんかそういうイメージとかあるんですけど、しっかり美味しい船盛りを、なるほど、皆さんでいただけてよかったですね。またお願いします。いいですね、楽しそう。ありがとうございます。では、実際に大変だったこともきっとあると思うんですけど、舞妓はん何かありますか？多分その回だと思うんですけど、日本食を食べた日だと思うんですけど、中国のね、中国人開催のイベントで音が出ないからどうするってなってみたいなで、仕方なくまみちゃんのアカペラみたいな感じで。そうね、私歌いました、その時。音が出ない。後から思えば、うちのグループに台湾ニーズのツインの子がいるので、双子ちゃんがいるので、その子たちになんかね、やってもらってもよかったねとか、いい中国語できるからね、中国語で喋ってもらったらよかったね、あの時ね。で今となればウクレレがねできたねとか、後から思えばこういうアイデアが出てくるんですけど、その時はもうどうするみたいな感じですごい焦って。音響トラブルね、ありました。ありがとうございます。大変でしたね。それは実際にその日本食レストランに行った時にイベントを兼ねてっていうことなんですか？イベントが先にあって、その打ち合わせが日本食レストランだったんですけど、打ち合わせの打ち上げか。それ終わった後の打ち上げが日本食レストランですけど、その前にあった実はもう大変な出来事っていうのが、音響がもうダメでアカペラで歌わないといけなかったという大変なことだったわけですね。それは大変でしたね。音が鳴らないとね、どうしようもないですもんね、こちらとしては。なるほど。じゃあそのちょっと大変な出来事を乗り越えての日本食だったので、より美味しく楽しいより美味しかったですね。なるほどなったんですね。そういうアクシデントもありますよね、なかなかね。そうなったんです。でも確かに後から思えば、やっとけばよかったとかっていうのは実際にね、いろんなことそうですけどありますよね。ありますね。でもまみさんのアカペラのおかげでなんとかね、よかお疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。まみさんも実際に音楽とかをやられてた方なんですか？私はもともと日本に住んでた時に実はローカルアイドルしてたんですよ。そうなんですね。大阪でずっとやっていて、でそこでやっていたので、そこで楽しかったとかいろいろやってきたのはノウハウ的なところがあったので、それをブリスベンにやってみたいっていうのでスタートさせたのがきっかけなんですよ。そうなんですね。じゃあもうまみさんについていけば安心っていう感じですね。トラブルはなんとかできるかなと思います。そうだったんです。ありがとうございました。そのまみさん率いるアイドルさんのグループということなんですね。ありがとうございます。じゃあいろんな
何かこう思い出深いこととかっていうのは、なるみさんありましたか？きっとそういうアクシデントとかもね、思い出の一つにはなると思うんですけど。そうですね。マイクが入ってなかったとかはあるあるだね。オーストラリアあるあるだね。結構あったので、自分歌ってるけどあれっていうのはちょっとあったりはしましたね。でもそれもそれで一つの思い出にはなりますね。で、私ちょっと日本に今住んでるんですけど、ちょっとで日本からでもこう YouTube の動画配信のために日本で動画撮ったやつをそのオーストラリアのアイドルと一緒にしてみんなが踊っているように見せて YouTube で動画配信とかもしてるんですけど、それもなんか今までにない自分的には今までにない感じですごいそれも思い出に残ってますね。でも日本からでもできるんだっていうのが、それがすごいすごい良かったです。確かにね、今のこのご時世ね、なかなか海外と日本で行き来できにくかったりして、新しいですよね。日本でこう収録してみんなと一緒にいるようなライブができるっていうのも、ね、今日のこのねリモートでラジオ収録っていうのもなんかそういう感じ、リモートのね、新しいなんか時代ですよね。ありがとうございました。ますますリモートでパワーアップしていくグループさんになるといいですね。はい。ありがとうございます。じゃあ続いて、舞妓はん、何かこう思い出深かったこととかお聞かせいただければと思います。これ多分まだなるみちゃんが入ってない時だったと思うんですけど、誰が持ってきたか練習終わってかき氷をしてくれたっていうのがあって、マミちゃん持ってきたかいや、他のメンバーさんだと思うのお父さんがね、お父さんが一生懸命氷をこうやって暑いオーストラリアでね練習した後に、そう練習が公園とかでやったりするので、すごい暑くてかき氷やったみたいな、あんまりかき氷に出会うこともオーストラリアだとないので。オーストラリアかき氷ないですからね、基本的に。なるほどなるほど。じゃあたまたまメンバーさんのお父さんがかき氷機をかき氷やってくれた。気を利かせて持ってきてくださって、すごいすごい、なんかテンション上がりますね。ガリガリ日本の夏を感じますよね、外で。ね、すごい。じゃあちょっと暑い練習終わった後にちょっとみんなで涼んで素敵な思い出ですね。そういうふうにやっぱりね、結構子供とかもグループに入ったりとかするので、親御さんのこう助けとかを借りながらやっていってるっていうのがブリスベンアイドルのいいところだなと思うんですけど。なるほど。結構ね、プロフィールっていうか見ると年齢層が割とまだね、学生さんから大人の方まで幅広く、国籍も幅広くいらっしゃって、すごくなんか楽しそうなグループさんだなっていうのはすごく感じました。いいですよね。ありがとうございます。じゃあ、ますますね、夏もかき氷また食べつつ、ね、練習を頑張ってっていう感じですね。はい、楽しいですね。楽しいですね。いいですね。ありがとうございます。ちなみに、今ってオーストラリアは夏になるんですか？夏です。暑いです。ね、半袖だと思って。もう暑い、今もクーラーガンガンでお届け中です。そうなんですね。なるほど、なるほど。なるみさんは今日本にいらっしゃるということで。はい、そうです。もうニットの。そうですよね。服装がちょっとおかしいよね、なんか私たち。そうですよね。なんか今日関東は雪が降って、もう全然、私今茨城に住んでるんですけど、全然雪が降らない地域だけど、すごいドサドサ降ってて、びっくりして、そうなんです。なんかちょっとオーストラリアでね、今日つながるっていうことだったので、あれもしかしたら季節が真逆なんじゃないかななんて思って、ね、ちょっと面白いですね。はい、そっかそっか。じゃあまたね、そうやって季節のなんかこう感じつつ、練習も頑張りつつで、またパワーアップして練習していけたらいいですね。ありがとうございます、舞妓はん。では、それではじゃあ続いて、続けてお話を伺っていきたいと思います。では、じゃあ次はプロデューサーのまみさんにお伺いしてみますね。はい。
そうだ、個人的にちょっと気になったんですけど、はい今ブリスベンとか、その海外でアイドルさんっていうのはあまりこういらっしゃらない、珍しかったりするんですか？日本のなんか言われてるアイドルっていうのがなんかやっと最近ちょっとずつ出てなんか出てきたかなっていう感じはするんです各都市で。なるほど、そうなんですね。ですけど私たちがスタートした時何年前か3年4年前はもう全然いなくて誰もやってないからとりあえずこう日本の、アイドルっていう言葉自体もまずちょっと意味合いが違う英語だとするのでジャパニーズアイドルでこういう人たちなんだよってちゃんとそこから説明しないとみんなに理解していただけないっていうところからスタートしたっていう感じですかね。そうなんですね。なんか最初の、紹介の時に日本のアイドル文化っていうことをこうお伝えさせていただいて、もしかしたらいらっしゃらなかったり珍しかったりするのかななんてちょっと思って、すごく珍しい聞いてみました。じゃあちょっと注目の的ですね、ブリスベンで。いいですね。ありがとうございます。そうですね。いろんななのでいろんな国の、なんかマルチカルチャーって言って多国籍なイベントが結構あるんですよオーストラリアって。そのいろんな国のイベントから日本のアイドルだっていう感じでイベントステージに立ってっていうオファーが多いんですねやっぱり、珍しいので。そうですよね。なかなかありがとうございます。結構どうですか？でもやってみてなんか盛り上がりノリとかっていうのは海外の方の方が結構乗ってくれるようなイメージはあるんですけど、やってみて実際。そうですね、これは私もちょっと努力必要かもしれないんですけどまだオーストラリアはそこまでオタ芸が浸透してないっていうのがちょっと残念で、こういう感じですよね。こういうやつですね。なので、それは知らないの人にわーわーやってくれるんですけどあんまりこうオタ芸をできる人がいないので、そこはちょっと仕掛けきれてないなっていうのはちょっとまだ悔しいところではあるんですけれども、今後はそういうのもねやっていけたらいいんじゃないかなっていうのも思ったりはします。そうですよね。でもね、実際ブリスベンアイドルプロジェクトさんが先駆者という感じで先駆けてなんかそこから発信してオタ芸もそこから生まれてくるといいですよね。面白いですね。ちょっと夢がありますよね。ありがとうございます。では、いつもゲストさんに聞いているんですけど、仲のいいグループさんっていうのはなかなか今はね、まだ周りにはいらっしゃらないかななんて思ったりするんですが、憧れているグループさんってなんかいらっしゃるかなと思って、なるみさん、なんかアイドルさん、こういうアイドルさん憧れるなとかっていうのありますか？はい、モーニング娘。さんがそうなんですけど、私がすごいもう4歳とか5歳ぐらいの時にモーニング娘。のカードがあるんですけど、そのカードを集めてたんですよね。でそこで集めててなんかカード帳じゃないですけどそこに入れて、そういうことをしてたんですけど、でそれが、大人になるにつれてでそういうことをしなくなったんですけど、でも今でも私の発端になるのが多分そこからだと思うのですごい影響を受けてるのは確かなので、そこはすごい尊敬しますね。昔ちっちゃい子ながらにもなんかファッションとかも真似してみたりとかもしてたので、すごい憧れのアイドルさんです。ありがとうございます。結構新しい新メンバーが入ったりとか、曲もたくさんあるし、モーニング娘。さんの中でも小さなグループとかもあって、すごくね盛り上がってますもんね。なんかでもそういうカードがあるっていうのを私今初めて知って、なんかファイル入れてねなんか集めたりしてたのかななんてちょっとほっこりしました。いいですね。なんかちなみにどのメンバーさんが好きとかっていうのはあったんですか？私が一番カードを集めてた時とかっていうのが初期のモーニング娘。さんなので辻ちゃんかごちゃんが、好きでしたね一番。いいですね。なんかミニモニそうですね。150センチぐらいで、私今身長152センチなんで、ちょっとずっと小柄なまま大人になったんですけど、割とミニモニさんはすごく親近感じゃないけど、ちょっといいななんて思ってね、もういいですよね。
はい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと、なるみさんの始まりは、モーニング娘。がね、始まりだったのかなっていうことなんですね。はい。ありがとうございます。でもね、そう、モーニング娘。さんみたいな、みんな個性がありますもんね、メンバーさんにも。そんなグループさんに、ね、なっていくといいですよね。いはいつかはね、こうカードになる側のなるみさんとして、ね、そしたらフはいァイル集めます、私。頑張ります。ありがとうございます。いいですね。ありがとうございます。では、舞子はんの憧れのアイドルさんっていうのをお聞きしてもいいですか？曲とか全然知らないんですけど、はい。広島県人なので、はい。パフュームがはい。好きで、やっぱりあーちゃんのこうキャラクターっていうのがなんか面白いなと思って、そういうふうにやっぱり自分の素を出していくっていうのがやっぱり好かれるポイントだなと思ってるので、飾らず私もありのままでいきたいなと思ってます。ありがとうございます。広島の出身、パフュームさん、広島出身なんですか？そうです。広島出身です。初めて知りました。なんか同じ出身地だとね、なかなかこう、いいですよね。ちょっと注目したいですよね。応援したいですね。応援したいですね。なるほど。でも、割となんか Perfume さんも新しい、発信っていうか、カルチャーみたいな風に言われてますよね。ポップカルチャーなのかな。そのダンスとかもちょっと今までのね、感じとは違ったりとか、新しいグループさんだなっていうのを感じていたので、ね、ぜひブリスベンアイドルプロジェクトさんも、なんかこう、新しい発信をしていけるような感じになっていくときっといいですよね。理想的ですね。理想的ですよね。ありがとうございます。では、ちょっと最後に、まみさんに今後どんな活動をしていきたいかっていう、アイドルさんの方針みたいなものがあれば、ぜひ皆さんに教えていただけると嬉しいです。そうですね、このブリスベンアイドルプロジェクトを立ち上げた当初は本当に私が過去やっていたからその楽しさをこのご当地のブリスベンでね届けたいっていうのが初めでスタートはしたんですけれども、なんか今となっては、もちろんそれもあるんですが、このオーストラリアの地で、ハーフちゃんとかが結構アイデンティティクライシスって言って自分って何者みたいな今状況に陥っている子たちが多いんですね。日本人でもないオーストラリア人でもない何人私みたいなになっている方々が結構多いっていう中で、やっぱそういう方々を、ね、自己肯定感っていうのがだんだん結構下がってきて、もうわーってなっちゃう子たちを自信を持ってアイドルっていうねダンスして歌を歌って自信をつけて、で自分は自分なんだよみたいな感じの活動にどんどんちょっと広げていけたらいいななんて思ったりしています。ありがとうございます。そうですね。今でも初めて聞いて、確かに、日本人なのか、そのね、ハーフだとね、そういう感情もあるんだなっていうのがね、私すごく今、確かになっていうふうに聞いてて思ったんですけど、確かにアイドルさんの活動って自分の自信にもなりますよね。みんなの前でね、発信する側っていうのはすごくそれを感じるので、確かにそういったきっと見てる方、曲を聴いてる方も自信をもらえると思うし、メンバーさんも自信を持って自己肯定感を高めてやっていけるんじゃないかななんていうふうにすごく感じました。とっても前向きですごく素敵なグループさんの方針だなっていうふうに感じました。ありがとうございます。ちなみに今メンバーさんって何人ぐらいいらっしゃるんですか？今それこそオーストラリアの在住者と日本の子たちをちょっとリモートとかでつないでるので、結局多分10人ちょっとぐらいはいるのかなっていう感じですね。で、ライブがあればブリスベンでライブがあればライブ出るし、またはさっきねなるみちゃんが言ったようにリモートっていうか自分で踊って動画編集してつなげて一緒にいるようにするみたいなのとかやったりだとか、いろんな活動の仕方をしてる感じなので、もう生粋のオーストラリア人の子もいれば生粋の日本人で日本在住の子も今となってはいれば、またはハーフの子たちもいるみたいな、本当に各国籍年齢も幅広くやってるって感じです。いいですね。それだと多分自分の個性とかを認めやすくなるような環境になってますよね、きっと。いろんな文化とか考えとかを取り入れながら大きくなっていきそうなグループですね。そうなんです。やっぱり尊重し合いながらね、尊重し合いながらやっぱりやっていかないと、日本人の当たり前っていうのはないので、
こちらではオーストラリアではなかったりとか、オーストラリアはもちろん当たり前がなかったりっていうので、はい、なんかそういう意味ではいい刺激の試合高め合っていくっていうグループなんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。でもしかしたらね、このラジオを聞いてる方が、もしかしたら未来のメンバーさんがいらっしゃるかもしれない。もうぜひぜひお問い合わせください。楽しみですね、はい、ありがとうございます。じゃあ実際にマミさんのねグループの方針を伺ったところで、なるみさんとまいこはんになんか今後自分はこういう活動していけたらいいなとか、何か目標にしていることとかが何かあれば伺いたいなって思うんですが、なるみさん何かありますか？そうですね。先ほどのマミさんが言ってたこともそうなんですけど、私自身、日本で一番最初、音楽学校に行って、やってた時に、やっぱ日本の文化じゃないですけど、日本の決まりみたいなのがもう音楽業界の中にはあって、そこに、つまずくじゃないですけど、ちょっと居心地の悪さを感じてたのもあるので、そこでオーストラリアに行った時にすごいご縁があって、そういうことを言っていただいて、もしかしたら日本では自分ではこうなってたけど、オーストラリアだとまた違ったアイドルの世界が出来上がるなと思って、それもあって参加したんですけど、それを自分も今後はやっていきたいなって思ってます。その個性を生かすじゃないですけど、なんかまた違ったアイドルの形を一緒に作れていけたらなっていうのは思います。ありがとうございます。そうですよね。なんか日本って古いしきたりみたいなね、なんか狭い空気感をちょっと感じるような活動しながら、なんかそういうのを私自身も感じたりもするので、逆にね、海外でのびのびと、なんか自分を伸ばせるような環境にあるかもしれないですよね。すごくいい、なんか、いい出会いでしたよね、とっても。はい。ね、なんか日本にいたままだったら、もしかしたら一歩踏み出せなかったりとか、あったかもしれないですもんね。ありがとうございます。ね、きっと同じ境遇の方とかも今後いらっしゃるかななんて思うので、そういう方なんかの勇気に、なっていけるようなグループになっていくといいんですね。ありがとうございます。では何かまいこはんはこのアイドルの活動さんを通して何かやっていきたいこととか目標みたいなのも自分の中であったりはしますか？個人的にブリスベンよさこいキッズって言って、高知のラルクを持って踊るよさこいを子どもたちに教えてるんですけど、そういうふうに日本の文化をしっかり入れたアイドルとか、ナルコを持ってなんかダンスしてみるとかっていうふうに日本の文化をもっと海外の人に伝えていくっていうのをやっていきたい。もう一つはさっきね、なるみちゃんが言ってたように、やっぱり個性を大事にしていくっていう面で、一番最初のメンバー入った人、60歳の女性が入ってたことがあるんですよ。入った懐かしい。そういうふうに日本ではアイドルとか無理だった、本当はなりたかったけどっていう子たちがワーキングホリデーとかに来て、もちろんまみちゃんの審査があると思うんですけどちょっとトライしてみてほしい、そういうチャンスをここのブリスベンでそういう機会を与える場所っていうのを作っていきたいなと思ってます。ありがとうございます。そうなんですね。本当に60代の女性の方がいらっしゃったんですか？はい。すごいです。でもなんか年齢制限とか結構ね、日本のアイドルさんはあったりするのかななんてやっぱ感じるので、その点すごく自分もやってみようって思わせるようなグループできっと入られた方だったんでしょうね。すごく夢がやっぱありますよね。パワフルでした。ね、パワフル素敵です。マイコはんもその小学校の夢のところにちょっと書けなかったっていう思いから今ねこうやって活動してやりたいことをやれてるっていうところがあったりするかと思うので、なんか自分の夢とかやりたかったこと、後悔とかそういうのを叶えられるような、アイドルさんなんだなっていうのをすごく感じました。きっとね、今後やりたいなって思いながらやれない方ってまだまだいると思うので、きっとそういった方々の繋いでいけるようなグループさんになっていけるといいですよね。しかもあと、日本の文化をね、ナルコを
持ってダンスするってやっぱ新しいじゃないですか。きっと日本ではね、いらっしゃらないし。なんか逆にそれで、ブリスベンでこう有名になって、逆輸入じゃないけど、日本の方が改めて見て日本の文化いいなって思ってもらえるような、そんななんかパフォーマンスみたいなのもきっと素敵ですよね。ありがとうございます。なんか本当に、やっぱグローバルな、ちょっと夢が膨らみますよね。ワールドワイドなこう世界っていいですね。ありがとうございます。じゃあ実際にこう、それぞれね、思うこととかもあって、個性を出しながらとか、日本の文化とかきっとこう、大事にしながらやっていこうというところで、ね、マミさんの方針とかもあって、すごく、これからもっともっと伸びていくようなグループさんになっておりますね。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。では、皆さんにね、今後どんなことをやっていきたいかお聞きできたところで、実際にね、今も活動などされているかと思います。マミさんの方から何かこう告知とか、日本のこう聞いてる方に向けてのメッセージなどがあれば、ぜひ、お願いします。はい、オーストラリアにライブ見に来てはちょっとね、今の状況きついと思いますので、せっかくなので私たちのオリジナル曲We Love Brisbane という曲なんですけれども、iTunes だったりSpotify でもこちら聴けます、ダウンロードできますので、もう We Love Brisbane と検索していただけるともう出てきますので、よかったらそれで何度も何度もオーストラリアの風を感じていただければと思います。ありがとうございます。ね、なかなかね、今、オーストラリア行ってみたいななんて思っても行けなかったりすると思うので、We Love Brisbane を聞いて、ちょっとね、オーストラリアのこう、いろんな地名とかもね、出てくるっていう歌詞ということなので、ぜひぜひ楽しく聴いていただければと思います。では、ラストもブリスベンアイドルプロジェクトさんのオリジナル曲、We Love Brisbane で締めたいと思います。では、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからも頑張ってください。ありがとうございます。このコロナで名刺を配る回数減っていませんか？名刺の代わりになる1分の動画であなたが営業することなく仕事が勝手に入ってくる。そんな仕組みがあったらいかがでしょう？自己紹介1分動画はあなたの眠っている間も勝手に営業してくれます。詳細はアルファベット D&E プロジェクトを検索。このコロナで名刺を配る回数減っていませんか？オンラインの交流会では名刺ではなくクラウド名刺があると便利です。URL 一つでいつでも渡せる。名刺切れする心配もなし。名刺に動画も入れられる。詳細はアルファベット D&E プロジェクトを検索。クラウド名刺や自己紹介1分動画を持っていても、それを渡せる仲間がいないと何も始まらない。オンラインで仕事につながる交流会。ゲスト参加はなんと3000円。Zoom で全国どこからでも参加できる。ニーズマッチで検索し、支部一覧からシェアストーリー支部をチェック。どこの会社もホームページを持っているのは当たり前ですよね。個人事業主は LINE 公式アカウントを作るのが当たり前になってきています。誰でも作れる LINE 公式アカウント。無料相談はアルファベットで D&E プロジェクトを検索。人がコントロールできるものはお金と時間だけ。セルフマネジメントとはまさにこのお金と時間をいかにコントロールするかです。一人だとどうしてもサボってしまう。無駄な出費や時間を作ってしまう。そんなあなたに自分経営会議。詳細はアルファベットで D&E プロジェクトを検索。D&E プロジェクト。誰もが自分の好きなことで幸せに生きられる社会を実現する。このビジョンを持ってフリーランスの収入を増やす、支出を減らす、そしてお金を働かせるという3つのステップをお手伝いしています。詳細はアルファベットで D&E プロジェクトを検索。
はい、今回のゲストはブリスベンアイドルプロジェクトさんでした。ありがとうございました。では改めて告知をさせていただきます。Google 検索でブリスベンアイドルプロジェクトとアルファベットで検索すると公式ホームページが見つかります。詳細はアイドルタイム LINE 公式アカウントからも確認が可能です。アルファベット大文字3文字 BIP と送信すると画像と選択肢が現れます。LINE 公式アカウントはアイドルタイムの公式 Twitter よりご登録くださいね。チャンネルはそのままで引き続きお楽しみください。それではまた来週お会いしましょう。では皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。